こんにちは、まいです。今回は気づくと増えてしまうものについて、私がどのように考えて整理しているのかをご紹介したいと思います。整理する上でのポイントになることは、先に必要な数を決めることです。自分にとって必要な数を決めて、あとはワンインワンアウトで必要以上に増えないようにしています。あくまで私の話なので、人によってはいろいろと必要なものは変わってくると思いますが、参考になると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず一つ目に増えやすいものは靴下です。私が今持っている靴下はこの3足です。靴下は3足セットで安く購入できたり、手放すタイミングがわからず小さく丸めてタンスにたくさん詰め込んでしまいがちでした。今は洗濯頻度や手持ちの洋服との相性に合わせて靴下を整理したことで、収納場所も小さく済み、一足一足を履き潰して手放せるようになりました。3足の靴下のうち1足は仕事用、残りの2足は色違いでコーディネートに合わせて使い分けられるように持っています。ちょっと色あせたり傷んでもガシガシ履き続けられるように、仕事用の靴下はこれと決めています。今までは履かない靴下が引き出しの奥に眠っていたり、片方どっか行ったままそのうち見つかるだろうと放置したりしていたのですが、今は3足しかないので、さすがになくすこともなくなり、バランスよく履きこなすことができるようになりました。2つ目に増えやすいものは靴です。私が持っている靴はこの2足です。服装に合わせていろいろな種類の靴を持ったり、トレンドの靴に惹かれて購入したりしていた時は、下駄箱が靴でパンパンで入りきらないことがありました。でも洋服が少なくなったこともあり、よく履く靴だけ残したらこの2足だけになりました。スニーカーは履きやすくてゴアテックスなので、晴れ雨兼用で天気に左右されず、最近はこればっかり履いています。もう一足は革靴です。もう5年ぐらい愛用しているのですが、ちょっとかしこまったおしゃれをしたいときにこの靴を選んで履いています。ヒールやサンダルの靴も今までは持っていたのですが、自分は好んで履きたがらない靴だということが分かったので、今では手放しています。靴の数が少ないので、下駄箱はストック類や使う頻度が少ないものの収納棚として活用しています。3つ目の増えやすいものは洋服です。私は洋服をハンガーにかかる分だけ持つようにとルールを決めています。ハンガーはアーチ型を12本、スラックスハンガーを3本持っていて、洋服はオールシーズン14着です。新しい服をシーズンごとに変えたくなったり、またいつか着るかもと手放せなかったりで、もう気づいたら増えているものが洋服です。洋服の適切な量というのは人によって違うと思うのですが、私はいつか着る予定の洋服は手放し、今着ている洋服を残すようにしています。ハンガーの数を意識すると、洋服が必要以上に増えることがなくなり、衝動買いも防ぐことができて、一着一着吟味して購入することができるようになりました。4つ目の増えやすいものは部屋着です。今は部屋着を2セット持っています。私の部屋着が増えてしまう理由の一つに、着なくなった外出着を手放せず部屋着に降格させたり、可愛らしい部屋着に惹かれて買ってしまうことが挙げられました。今は毎日洗濯機を回すので、交互に着れば2セットで足りるなと思い、
それ以上の数は持たないようにしています。外着に着ていた洋服を部屋着に降格させたり、可愛いの基準で部屋着を選ぶのをやめて、リラックスできて、この格好で筋トレもできてしまうような動きやすさを重視して部屋着を選んでいます。5つ目の増えやすいものは文房具です。私の持っている文房具はボールペン1本、マジックペン1本、ハサミ1個、カッター1個、メジャー1個、のり1個、付箋とメモ帳でした。文房具って気づいたら増えていて、いつか使う気がするので手放す必要性も以前は感じていませんでした。ただ、ペンがたくさんあっても実際はこの多機能ペン1本あれば困ることはありません。たまに使うハサミやのり、付箋などの文房具も家族共用で一つずつに絞り保管しています。以前は持っていたクリップやホチキス、穴あきパンチなどは実際に家で使う機会がなかったため手放しています。ペンやハサミもあちらこちらに置きっぱなしにしやすかったのですが、今は定位置を決めて使ったら戻すを徹底しています。6つ目の増えやすいものは食器です。私たちが使っている食器はこれが全部です。グラタン皿やサラダボウルなど料理に合わせて揃えようとするとたくさんの種類が必要になりますが、実際は使う機会が少ないお皿も出てきてしまいます。私の家は収納場所も狭いということもあり、多機能なお皿を選び、コップやカトラリーも人数分のみ持つようにしています。急な来客もないため、来客用の食器などは常備しないようにしています。とは言いつつも、夫はキッチンに関して数をあまり気にしていないので、最近丼を欲しがっているので、いつか増やすかもしれません。キッチン周りはライフスタイルによってかなり変化しやすい場所だと思うので、あまり数に固執せずに柔軟に対応していこうと思っています。7つ目の増えやすいものはポイントカードです。私が活用しているポイントカードは楽天ポイント、ムジマイルとクレジットカードのポイントです。たまにしか行かないお店のポイントカードもホイホイ作って、お財布がポイントカードでパンパンなことがあったのですが、なかなかたまらないポイントがあったり、使いそびれて期限切れで失効してしまうことも多かったので、今はいつも使うお店やクレカのポイントだけ貯めるようにしています。カードではなくアプリ管理をするとお財布もパンパンにならずに済みました。8つ目の増えやすいものはタオルです。家にあるタオル類をすべてご紹介すると、私のバスタオルが2枚、夫のフェイスタオルが2枚、洗面所で共用で使っているフェイスタオルが1枚、バッグに入れて持ち歩くハンドタオルが1枚です。洗濯頻度によって必要な枚数が変わってくると思うのですが、私は毎日洗濯機を回すので、この量が必要最低限の枚数だと感じています。生活必需品だし、あったらあるだけ便利なんじゃないかと思い、一人暮らしなのに10枚以上バスタオルを持っていたのですが、これも毎日洗濯していれば1人2枚でいけるという考えに夫婦ともども至りました。タオル類はかさばり、多すぎるとその分収納場所も取るため、自分が使いやすい大きさのタオルで適切な枚数を持つということを心がけています。9つ目の増えやすいものはバッグです。私が持っているバッグはこの2つです。以前は
バッグもファッションにバチッと合わせて買いたいと思っていたので、いろんな種類のものを持っていました。でも自分の持ち歩く荷物の量を考えたら、大きいのと小さいのと一つずつあれば大丈夫だったのと、結婚式やスーツに合わせるバッグなどは使う時にレンタルできるため手放しています。普段のお出かけにはウエストポーチを持ってエコバッグを中に仕込ませて出かけています。パソコンを持ち歩く際や旅行の時は大きめのリュックを持って荷物を運びます。シンプルなデザインのバッグを持つことで大体のコーディネートに合わせることができますが、どうしてもバッグと洋服の相性が気になるときは手ぶらで出かけることもあります。10個目の増えやすいものは傘です。家にある傘は私の折りたたみ傘1つと夫の折りたたみ傘1つの計2つです。以前は雨の降り具合に合わせて長い傘を持っていたり、雨の日用と日傘を分けていたり、出先で雨が降ってしまってビニール傘をその度に買ったり、しかも処分に手間がかかるため増える一方でした。今は晴れ雨兼用の折りたたみ傘一つにしたことでバッグに忍ばせられるので、持ち運びも便利になり、傘専用の保管場所も必要なくなり、快適に感じています。以上が増えやすいものの私の整理方法でした。数にこだわる必要はないのですが、今回は分かりやすく私自身の生活に必要だと感じているものを数でお示しし、動画を作成してみました。この動画が良かったよ、参考になったよという方はチャンネル登録や高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。スニーカー気になるビニール傘をその度に買ったりで、なんだこれ。今は晴れ雨兼用の折りたたみ傘一つにしたことで見せちゃう